本を語るコアトです。今月 FOMC の政策金利の発表に注目が集まっています。去年までコロナ対策のために金融緩和を続けた結果、インフレが進んで引き締めに転じたのが今年の3月です。政策金利を 0.25% 上げて 0.5% になってドル円が上がり始めた。5月には 0.5% 上げて 1.0% になって、6月、7月、9月、11月は 0.75% 上げた。そして今、政策金利が 4.0% になり、急速に円安が進みました。2月24日に114円だったドル円が10月21日には151円まで上がった。ただ12月10日現在、ドル円は136円まで急落しました。日本以外はインフレ対策で政策金利を上げたので、ユーロ、ポンド、5ドルは円に対して上がりました。通貨は金利の高い方に動く。11月16日にゴールドマン・サックスが2023年のグローバルマクロ経済見通しという恒例のレポートを出しました。ゴールドマンの予測では今月は 0.5% を利上げして、来年中は利上げを続けて年末に 5.0% を超えると見ている。利下げに転じるのは2024年以降です。来年の米国 GDP 成長は今年と同じ 1% を維持すると見ている。景気後退入りする確率は低いと見る。欧州は米国以上にエネルギーショックに見舞われていて、インフレと実質所得が厳しい状態だけど、ロシアに依存しないエネルギー確保を急いでいるので、冬を越えれば正常化すると見る。中国経済はゼロコロナ政策が緩和してもすぐには回復せず、5月頃から急回復すると見る。それでも不動産セクターは長期的な地盤沈下が続くと予測しています。ゴールドマンは多くのエコノミストが言うようなグレートリセッションが起こるとは考えていない。ドル円が急に下がり始めたのは11月3日に FRB のパウエル議長が利上げは早ければ12月から緩めると発言したからです。これで市場は12月の利上げは 0.5% で緩み始めると見込んでドル円を売り始めた。ところが12月2日に発表された雇用統計が予想以上に良かった。就業者の増加が20万人の予想を超えて26万人。失業率は 3.7% で低い水準を維持。平均時給も前年同月と比べて 5.1% 増え、前月比でも 0.6% 増えた。10月の米国消費者物価指数、前年同月比上昇率が 7.7% で、前月の 8% から8ヶ月ぶりに下落したから、インフレは収まったと思っていたが、まだわからない。今月の利上げは 0.5% じゃなくて 0.75% だと再びドル円は上がり、140円は超えるでしょう。予想通り 0.5% だと120円まで下がるという人もいる。0.5% なら他の資産にどんな影響があるか。ナスダックや S&P500 などの米国株には好材料になる。年初内から下がり始めたのが好転する可能性があるので、積立ファンドのプラテンが期待できる。日本株のマザーズや中小型ファンドにもいい。ただドル円が下がるので、ドル建てファンドだと為替の影響で目減りする。FX でショートを狙うのは危険。スワップのマイナスが大きいから、
いずれにしても日米の金利差が広がるのは間違いない。一旦下がっても下がり続けることはない。来年の4月に日銀の黒田総裁が交代になるからゼロ金利が終わるという人がいるんだけど、国債の負担が増えるから金利は上げられない。来年に世界的な景気後退が起こるという説があって、理由は逆イールドと言われる現象です。米国の10年債より2年債の方が利回りが良くなると、歴史的に景気後退入りすると言われている。ここがゴールドマンとは違うところ。ゴールドマンは実質所得や雇用の伸び、サプライチェーンや賃貸市場のデータから、これまでとは異なるサイクルと見る。要は1年間積み立てを続けられるポートフォリオにすればいい。仮に 0.75% だと、円安物価高のリスクがある。コロナが収まってインバウンドが増えればいいが、コロナ前には戻らない。日本人の実質賃金が下がっているので、海外旅行をする気にならない。米国株は上がらない。コモディティは下げ材料になる。ただ OPEC が減産方針なので、原油はどこかで上がるでしょう。積み立て継続でよし。ドル円が上がるので為替利益は期待できる。去年は米国株の上昇で利益が出たけど、今年はドル円で資産が増えた。コモディティファンドがウクライナ戦争で上昇した。円預金、外貨、株、コモディティ、投資のポートフォリオが大事です。